こんばんは。こんばんは。ダンカンです。旗ヶ谷の大地です。今日は先日行われたスフィダーレ、ナイトクリット、京都で行われた、クリテリウムのレースに行ってきたんで、ちょっとその模様を車載カメラでレース実況っていうんですかね、はい、実際これはもうダンカンさんが走ってるレース、予選と決勝の動画について実況をしてもらうっていう感じの、そうで今回その、9月に行われる CMWC、横浜の、そのクリテリウムのレースに参加する、代表権をかけてのレースだったわけですけど、もう先言っちゃっていい？もう面白いですね。ブログ上がってる。もうそうです。ちょっと大地君は残念ながらちょっと横浜には出れないっていう。そうなんです。あれなんですけど。これが現実の厳しい世界っていうあれですかね。そうですね。だから一応ダンカンさんと拓磨と僕3人で出場して、でダンカンさん拓磨は横浜の出場権獲得、で僕だけ出れない。残念ながら。ちょっと3人で出たかったんだけど。そうですね。まあ厳しいレースの世界なんで、なかなか悔しい結果になっちゃう。でもね、前回の児玉さんのアドバイスがあって、ステム変えたんですよ。ステムはもう本当言われた通りに、元が90ミリでそれを2センチ伸ばして110ミリ、でステムの位置も1センチ下げて、っていうのしたらやっぱ全然本当に使う筋肉、もう本当に言ってた通りやなっていうぐらい使う筋肉も違って、ただ単純な持久力のなさ、メンタルの弱さなどなどちょっとそんなレースの模様をどんな感じだったのか見ていきたいと思います。はい、今回、京都の亀岡ですね。京都駅から電車で30分ぐらい行ったところの、サンガスタジアムっていうスタジアムの、周りを使ったレースで、新幹線で輪行してお盆真っ只中で、やっぱ普通にもう今人もいっぱいいてて、なんかでも駅弁食べて、そう、2時間ぐらいですか。そうですね。富士山ちゃうんか。これも新大阪到着の瞬間。京都駅。新大阪ちゃう。地元じゃない。京都駅到着して、もうなんか駅着いた瞬間、もわっとこの暑い感じは、なんか熱気っていうかなんだろうね、このもわんとした。そうで、これ乗り換えるんだけど、このサンガスタジアムへの案内がね、各所に出てて、アクセスはめちゃくちゃいいですよね。分かりやすいし、駅まで新幹線、そこから電車1本、こんなのどかな雰囲気の中にボンとこうスタジアム、ここがサンガスタジアムですね。でちらっとこの辺見えるところが、そうです、周りの一部公道と、スタジアムの駐車場から使ってっていう感じで、敷地内入ってで駅で組み立てて会場までって感じで、もうこっから自転車で行っても本当 2,3 分とか、で歩いてだとそのまままっすぐ会場入れたりもするので、もっと近い。みんなこんな感じでレース前は着替えたりアップしたり、今そうですね、横走るのが思想、で受付済ませて、割とねコース今回その前回バイクピープル出てくれた児玉さんに最初話したら、結構スピード出るコースでっていうことだったので、簡単なコースかなと思いきや結構攻め応えがある予選ですね。俺がもうスタート、最初もう先頭の位置でスタートって感じです。そう、前回までの大会考慮してスタート順なんで1列目から行ってたんで、もうこれビンディングですけどこのクリートが入ればもうそう、最初のスタートダッシュがめちゃくちゃ大事で、今回そう、スピード出るコースで、そう意外とコース幅広いんであれなんですけど、やっぱ抜きどころっていうのがそんなに多くはない、いかに踏むかっていう感じのコースだったんで、こんな感じで1回スタートしてヘアピングル一番長い、ここがそうですね、ちょっとコーナーもありなとかで、もうここで減速し始めて、またぐるっと回って打っていくみたいな。でちょっとだけこうカーブしてもうスタート。
1周でいうと本当1分もかからないっていうレベルの、そうっすね、めちゃくちゃ短いレースなんですけど、もう本当踏んで減速して曲がって踏んでみたいな、それがめちゃくちゃしんどいですめちゃくちゃしんどいですよ足が、ね、常にこの全開でそうね踏み直して、でここでスピード乗ったと思ったらまたすぐコーナーあるからちょっと減速してでまた立ち上がり踏んでっていうのがなかなかきつい。でもう僕このスタートクリートビンディングがガチャンと入るのがめちゃくちゃうまくいって1位で飛び出して、でもう1周回2周回終わった頃意外と後ろついてきてないなっていうのがで、そう今回、60人全部で出場してて、3個ですね、20人20人20人3組に分かれて予選がで、その予選の上位6人までが決勝進出で、決勝進出するとCMWC の出場権が獲得で、さらには、その13位から7位クラスの7位から13位までが、予選2組順位決定 A っていうグループになるんだけど、そこのまた上位3人が、CMWC と敗者復活戦みたいな。そうですね。でとりあえずもうみんなこの予選を6位までになんとか入ろうっていう、それだけそれだけやったんやけどな。でそう僕の前を走ってるのがメッセンジャーのメロメロ君で、もうそう彼速いの分かってたんで、ちょっととりあえず後ろ余裕あるならもうこのまま後ろついて様子見てあんま体力使わないように。自転車って絶対人の後ろ入った方が風をまともに受けないとめちゃくちゃ楽になるんですよ。ただ結構やっぱタイトコーナーだから本当しっかり踏まないと真後ろにつかないし、ついたとしてもすぐコーナー終わっちゃうからあんまりね意味なかったかなって感じなんだけど、ただまあちょっと様子見ながら様子見ながらっていうのがやっぱいいよなそうね。でやっぱね本当彼とかコーナーがめちゃめちゃうまくて、ほぼ減速せずにこのコーナーとか入ってくる、意外とそう慣れてくるとスピード緩めなくても曲がれちゃうんだけど、やっぱペダルヒットしそうで、あんま倒すのが怖いっていう恐怖心ですね。そこをどこまでこう攻めていけるかっていうのが、予選こけたら一気に順位ね下がっちゃうし、なるべく安牌でっていう感じで攻めすぎずかつ後ろこうついてこれないぐらいのペースでって感じで、もうこの結構やっぱ1周短いから周回遅れの選手がもうこの時点でちらほら出てきてるって感じですかね。縦に伸びてって感じです、結構この抜かす時もやっぱりちょっと声かけながら右行きますみたいな感じで言わないと急に拾ったりして接触したりっていうのがそうですね。で一応予選が8周回ですね、短いと思うんやけどな。いや本当走ってる時間は予選10分もないね、5分ちょっとぐらいかなと思いますね。6分ぐらいか、その6分がな僕はもう無理でしたねそうね、どんどんこの足削られてくる感じもあるし、最初は良かったけどな。第一映像公開ないからあれだけど最初ほんとすげえスタート速くて、そうなんです飛び出したと思って、でも全然持つのかどうかなって思ったらじわじわと後ろがついてきてって感じ。それがなければこの毎周回積み重ねでやっぱどんどん前が離れてくるんですよね。で結構ここストレート1人になるとかなり踏むにしても心が折れそうになるというか。これもラストの最終週？もう最終だった。多分そうだと思います。そうだね、鐘鳴ってるからラスト1周のジャンが鳴って、この時点でダンカンさん順位でいうと2番手ですね、この組の。だからもう全然余裕でこうかなり抜いて、でここでこうって感じですね、これで決勝進出、ゴール直後。いやでもね結構やっぱ常にこの踏んでコーナーで足使って緩めてだから疲れるよね。あとやっぱ暑かった
ったんですよね。暑かった。気温も本当にこの日のそう最高気温が京都38度で、結構ねやっぱ台風前だったんですけど、かなり日差しも強くて、でこれが決勝で、もう決勝のこのみんなは CMW 決まってるので、もうそれぞれもちろん上目指す人は上目指してっていうのもあるんですけど、これが1位の隼人君。そうですね、今回のこの決勝1位だったまたメッセンジャーのもうコーナーのこのスピードがえぐいんだよね。パタンと倒れてで加速していく感じ。遠目で見てたらほんまに曲がるときこけたんかなと思うぐらい、なんか急にバチンってちょっと上り基調なコーナーになってるから、まあ、倒せるっちゃ倒せるんだけど、ありえないぐらいすごい。もうここの倒し方見て、あ、ちょっともうついていけねえかもって思って、これで今ダンカンさんがインから抜かれてた。そうね、ちょっと膨らんじゃったのをインからこのまたさっきの予選で同じ組で1位だったメロ君で、とりあえずこの2人はやっぱもう速いの知ってるから、どこまでついていけるかなと思って、でそのさっきのストレート離されたらもう終わりだなっていうのがあったので、とりあえずがむしゃらに踏んでいくんだけど、やっぱコーナーが離されてストレートで頑張って踏んで追いついてっていうのをずっとやってると、結構体力削られてくるのが早くて、なかなかしんどかったね。マジで見てるだけでももうしんどいです。でもここで離れるじゃん、また頑張って踏むじゃんでも追いついてきたなと思ったらもう次のコーナーみたいな。一応決勝が、15周だね、この一番上のこの時でダンカンさんまだ3位をずっとキープしてる状態。そうですね、この決勝もかなりスタートがうまくいって飛び出して、で2番手ついてて、で1人抜かれて3番手。一応今のカーブのところ白いマットが引いてるんですけど、あれがコーナーとか膨らみすぎて、その接触とかぶつかったりした時のクッション材そうですねっていうのがパッドが本当スピードありのレース毎回それでしっかり要所要所で絶対危ないなってところに人がいたりとかクッション貼られてるので安心して攻められるっていうのが。そうですね、これ夜もやっぱ暑かったからすごいしんどかった。やっぱ照明がめちゃくちゃバッチリ明るい状態で焚かれてるから結構安心して。ただやっぱなんか体感速度全然変わる。昼間と全然違う。夜かなり速く感じるというか、目が追いついていかないというかこの本当フェンスギリギリ攻めて一気にカーブしていくの、やっぱこの2人すげえ速いなっていう。まあでも普段からのメッセンジャーとして走ってる距離がそう全然違うし、まあ、若いっていうのもあるけどね。これで今残り10周はいかな、5周終わったところもうコーナーしんどくなってるマジでいかに曲がるのを怖がらずに、スピード落とさずにいくかっていうのでだいぶ足にもなんて筋力的じゃないけど、そうね、やっぱまたスピードはそうですね、乗せるのにも足使うし、逆に減速するのにもやっぱ足使っちゃうから。そうなんだ、バック踏むのがバック踏むのがしんどくて、そのまま踏み切れずにスピードが落ちきれずそのまま突っ込んだりみたいなのもあるから結構難しい。一応スキットがね足ガッと止めてスブレーキしてっていうのはかけるのが禁止なので、もういかにこの回転を抑えるっていう、やっぱりその止まり方って結構足にくるよね。普段なかなかやらないします、もうだいぶ離されて、ここで残り8周ですね。大体半分ぐらいはるか遠くに行ってて結構やっぱねこのレース走ってると、序盤はねまだ足あるから頑張るっていう気になるし、後半はあともうちょっとだっていうのでもう残りの体力使ってやろうってあるんだけど、結構真ん中のところが本当心折れるんだよね。
前回岐阜のレースの時もやっぱ前の選手、それこそまた隼人君の前に全然追いつけなくて、あとちょっとで追いつけようなんだけど、ここからずるずる離されて心折れて後ろに追いついて、この中盤をもう少し踏めるようにしないと。今もこれぐらい距離空いてたら結構心折れます。折れる折れるし、やっぱコーナーのスピードが全然違うんで、後ろから来た白いジャージで黄色いバイクの子が今4位ですね。そうです。ダンカンさんの後ろ、やっぱね、後ろがじわじわ来てるプレッシャーはこう感じてる。このちょうどこの辺で僕が今撮ってたんですけど、もうこれですか、アンカーさん今の後ろの位置を後ろ来てるって言ってた。全然聞こえてないいけもうね、多分ほんとこの辺余裕なくて、結構最初の頃はまだ余裕なくて、一緒に行った拓磨、決勝に出たんだけど、フロントのねチューブラータイヤが剥がれちゃって、2周目ぐらいでもうレース降りてたんだけど、コース脇にいて、あれ拓磨何してんのみたいな見れるぐらいの余裕はあったけど、もうこの辺はかなり心拍も上がってるし、足にも来てるし、前いなくなって心折れるしみたいな感じで、周回を重ねてて、あと5周長いな、ね、ここから5周かと思うんだよね。体感時間も僕マジでめっちゃ長いなと思います、メンタルがな、やっぱめちゃくちゃ弱いな。加速するのは辛くなってって、この週僕も一応前回今ちょうど抜かれた黄色のそうだね、車体のこの子多分まだ10代15歳5歳ぐらい、中学生ですよ。ラバネロのチーム、フレーム練馬の方かなで作ってる。日本のブランドですか？もうほんとすぐですね。練馬で東京で作ってる。ちょっとこれ調べといてもらってインスタフォローさせてもらったんだけど、すごいBMX 乗ったりとか、固定のトリックとかもやってて、車体扱うのうまいプラストラック競技やってたりとか、ロードもやってたかな、リテリーも出たりしてて、純粋なバイクコントロールと迫力。そう。ただ走っててコーナーは俺まだついていけるなっていうか、コーナーで追いついてこのスタートでストレートで離されていくっていうのを毎回してて、で今俺これ4位で、あと一歩で表彰台っていうのがちょっとずっとちらついてるわけ確かにそうで、これどこで抜かそうかなっていうのを、残り3周回4周回で勝負かけんならラストワンラップになった時から、あとこれが2周のところ、抜かすタイミングっていうのも結構重要ですね。結構この辺でやっぱコーナーぐっと落として曲がるなっていうのがあったから、ちょっとうまくコーナーつければワンチャン赤って感じで、なるべくストレートに離されないように頑張って踏むんだけど、結局ここのストレートで離しちゃうと最終のこのコーナーってなかなか抜けない。だからちょっとラストの第1コーナーやってみて勝負かけるしかないなっていうのはこの時思ってて、これも最終これ最終ですよ。はい。でここで減速するのが彼の方が結構早かったから、うち行こうと思って行ったら、もうねこれ怖い今のと、俺もで危なかったねちょっと本当ぶつかんなくてよかったんだけど、行ったらやっぱ向こうもインかぶせてきてから、もう危ねえと思ってスキッとして、なんとかちょっとフロントタイヤ走ったけど、
感じですかね。で、そうこれから後ろはもう来てなかったよ。空いてて、そう彼にはごめんなさいとレース後ちゃんと謝ってたんですけど、そういうのがありからイン攻めすぎたなっていうのが反省ですね。ちょっと正々堂々とコーナー曲がった後のストレートで勝負していけばよかったなっていう。もうゴール直後1位の隼人、まあ早いですね。ダンカンさんもコースアウトして、全然ついていないこの奥の青色の今度ジャージが、この本当レース直後ですね。みんなコースから出てきて、あだこうやってるとこでタクマが帰ってきて、これも表彰ですね。いやちょっとね、まあ結果は4位ですね。いやでもマジですごいですよ、ほんまに。アラフォーのおっさんが、年代別やったらもう、年代別だったら強いです。みんな20代と10代。また続けていきますのでよろしくお願いします。横浜決めた人も残念ながら決めれなかった人もぜひまた横浜に会えたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次が本当横浜今回でね決まった出場者たちが出るレースが CMWC の横浜。クリテがあるのが9月23そうです土曜日の日産スタジアムの夜、またナイトレースらしいので、ちょっとねめちゃめちゃどんなコースなのか楽しみ。海外勢もね、そうですね、なんか噂によるとルックのチームが来るとかかなりレベル高い戦いになるんじゃないかなと。そうですね。僕は出れないですよね。そうですね。ちょっと大地は応援でガヤあとねデリバリーレース、そうですね。デリバリーレースとかクリテリウム以外のレースとか、デリバリーレース、ディスパッチレースとかっていうのは全然エントリーもまだまだ絶賛受付中なので、興味ある方で、それ以外にもね僕らもブース出展したりとか、いろいろこう1ヶ月切ってそうです全体像がこう見えてきてるような感じなので、ぜひね CMWC もちろんクリテリウム今こうやってレース見てもらった通り、外から見ててもめちゃくちゃ面白いし、面白いですね。そう毎回ね同じところぐるぐるするから、順位の移り変わりとか、あと迫力とかスピード感は本当に見てほしいですね。見てる方が楽しいし楽ですからね本当に走ってる方はね楽しいんだけど、もう決勝もう絶対無理やもんこんなんと思って速い人でもやっぱかっこいいですね。先頭とかでどんどん走ってっていうのは、ひとまずは横浜あるので、また僕はこのねバイクで今日ちょっとここに用意しましたけど、走りますので、ぜひ応援の声援を、あとはもしレース出てみたいな、レースとかイベント出てみたいなっていうのがあれば、まだまだエントリー受付中でいろんな種目あるので CMWC 見てもらえればと思います。はい、そんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。